サイド溝の口を目指します。でもね、沖縄は本当に残念だった。やっぱり今あるものは可能な限り早めに録画した方がいいね。訪れて今沖縄タウンを出て318を南下中です。でもやっぱりね、見ての通り味ないよね。道路って感じがする。本当にまだ路地に入ったところです。むちゃくちゃいいよね。静かだし、景色はいろいろ個性があってって言いたいところなんだけど、南西に住みます。ここは閑静な住宅街って感じだね。雰囲気落ち着いてるし、高級ってほどではないけど、駅近。本当に閑静な住宅地だね。中流って感じかな。綺麗な公園だね。落ち着いた感じで。梅ヶ丘駅到着。一個一個の駅近いね、ほんと。継続して南西方向に南下してます。駅前ちょっと通ったけどパッとしてないね。店が少ない。本当に閑静な中流の住宅街かな。何も変わらないよ、ほんと。綺麗といえば綺麗だけど本当に区画整理されて、古いものないよね。そんな感じがする。国士舘大学、こんなところにあったんだ。知らなかった。変わったものを求めてまた路地に入っていきます。なんかあればいいね、ほんと。面白そうなものが。行き止まりだったんでまたメインの通りに戻ってきました。なんか殺風景だね、やっぱり。世田谷駅到着。次行きます。世田谷で南下中です。お金持ちの街というかねえ、いい感じの街なんだけども、ちょっと自分みたいな人には縁がないかな。世田谷の街並みを見て思うのは、基本的にアパートマンションがあんまりないんだよね。大体が一軒家、2階建てもあるけど、なんかちょっとそんな感じの家のなんていうのかな、家がお金持ちっていう風なの醸し出してるのかな。お金持ち多いね。一個一個の家がなんか建て売りっていうのも全部違うんだよね、デザインが。これは昔ながらの住んでる人の家かな。
3号に出たとこです。まあここからずっと南西の方に南下していくというような形です。まあそこから川を越えてまあ溝の口の方に到着予定です。ここは世田谷区の深沢っていうのかな。なんかさっきのところよりもなんかグレードが上がってる感じがするね。まず全体的に広いし、なんかね家もねなんかちょっと大きめって感じがするね。で街並みもなんかね綺麗に整理されて、なんかさっきのところよりはちょっとグレードが上がってる感じがする。正直言ってここがどこなのかよくわかんないんだけど、まあね継続して南下してるんで南西側の方にね、まあ問題ないと思うけれども、駒沢通り歩いてます。と言っても典型的な東京の、まあ、他の街と見て通った風景だけど、ここら辺は一軒家率はちょっと下がったけど綺麗だね街自体。マンションの中もかなり高級高めのマンションが多そうな感じがする。また大通りに出たところです。ここはカンパチかな。カンパチで今車が向かってる方向が南の方向に、まあ自分自身も歩いてる方向も南です。上野毛駅到着していきます。今野毛3丁目です。でもここら辺あたりも綺麗だね。ほぼほぼ一軒家しかない。まあね自分自身があんまりお金持ちじゃないんで、まあ、比較的一般庶民っていうかちょっと古そうな建物とか、まあ、歴史がありそうな建物なんかをメインにやってるけど、まあ機会があればお金持ちシリーズもやってもいいかもしれないね。高級住宅街とか、ちょっと調べてみよう。二子玉川公園に着いたところです。綺麗だね。でかいね。まあね他のところみたいに乱立してないんでまだいいけど、でも大きい。でもこれ全部埋まってんのかね。なんかベランダ見ると生活感ないけどね。まあリッチな人は洗濯物なんか干さないかね。乾燥機だよね室内。二子玉川の方から橋があるんでそれを渡って高津に行きます。二子玉川到着。でも次行っちゃいます。目の前の駅が双子新地だね。その次は高津で溝の口かな。溝の口2キロ。
川崎市双子新地、なんかちっちゃな町って感じだな。双子新地駅、双子新地駅到着。なんか普通っぽい街だね、本当に。新地を出て今高津に向かってます。継続して南西方向に向かってます。高津の次が溝の口、終わりかな。目的地ゴールっていう形で。ぶっちゃけてここら辺あたり、なんていうのかな、あんまり変わり映えがしない感じがするね。といっても東京どこ行ってもそうだけど、比較的新しいんだよね、建物が。高津駅到着、続きます。高津を抜けて溝の内に向かってます。もうこれが最後。一応いつものように南へ南へって歩いてるんで、どんなサプライズに出会えるか分かんないけどね。なんかいきなり一般庶民っぽくなってきたけど、ベランダに干してるんだね、洋服とか布団とか。なんかもろ一般庶民。海してるんでもう駅だと思うけど、なんかバラック街みたいなところないね。駅と思ったけど、ここ駅じゃないのかな。まだ先？多分2階が駅かな。溝の口駅到着。ちょっとね、西口のバラック街っていうか飲み屋街ちょっと探していきます。ちょっと散歩して食事どころ探して帰ります。以上。